やもうこの YouTube なんかで流せないエピソードをね、あんなんじゃないからっていうのもあれだけど、あんなんじゃないからエピソードをね、こういっぱい見たんでね。で、まあそんなこんなの話をしててっていう。で、コンビニとかよく行きますっていう話もあれだけど、まあコンビニって日本のもんだけども、セブンイレブン、まあセブンイレブンここの近くにもあるけども、まあまあ、ステゴのプランの中でコンビニとかまあでもあったか。あった。コンビニでタバコを買いたいんですけど、すごく値上げして、それすごく今もまだ値上げしていますよね。あとね、コンビニの前でたむろしてたりとかね。で台湾でも街の中ではあるっちゃあるのかな。台湾でもコンビニでたむろっていうか、なんかたむろっていうのはね、なんかね、こうなんとなく集まって学生とかがやることもなく、そこでね、なんか台湾のコンビニ結構うちって席がそうあるんですから、そうもう外にいる必要がないでしょ。エアコンもないし、暑いし。多分台湾、そうです。日本に比べたら、はい、台湾の子は全然外にいたくないですよね。暑いです。暑いから暑い。でね、多分ね、これはね、台湾コンビニ、日本コンビニって比べた時に、日本コンビニだからそれこそ不適切に程があるの時代からのコンビニを知っている人間なんですけども、最近でこそ中で食べられるようになったけども、昔は中で食べられるような感じになってなかった。みんな買って出ていくっていう、ものを買って出ていく。で、多分日本でも最近中でコーヒー飲めるようなちっちゃい椅子があったりとかしてっていうんだけど、自分がなんとなく聞いてたのは、台湾のコンビニは、セブンイレブンはまあもちろん日本の企業なんだけども、多分台湾にローカライズしていく過程で、中でそのまま食べるっていう風な仕組みが、まあ、徐々に出来上がっていって、それが多分日本に逆輸入されたのかな。もう中で食べられる。はい、そうです。そうで、どこでも食べられるでしょ。そうですね。まあだから今日もそのコンビニとかで買ってきたお茶とかも、お茶飲みたい。お茶飲むといきなりもう画面にガバって出ちゃうけども、どうだろうこれ、茶飲いっとくこの茶飲、これ台湾のですか？台湾のお茶だよ。これなんかロゴを消さないと。いやいいいんじゃないのかな。むしろここの会社さんになんか案件もらえではないけど、なんか多分大丈夫だと思うけど、このマリンステーション気をつけないと、なんかいろんな生き物がいっぱいいるから、いきなり変な生き物が入っていたらおっしゃってください。お茶お茶どうぞ。まあでね、いただきます。でまあ私もちょっといきなりこの前をあれして。どう普通日本での台湾のウーロン茶だと思うけどね。で、俺もこういうのもお茶も美味しいわけだ。でね。これは先生が気に入った飲み物ですか？いや、なんとなくそこら辺に行って、台湾のお茶、台湾の飲み物いろいろバリエーションがあって楽しいなと思ってね。でね、コンビニに行った時にさ、謎ワードを見たのさ。この謎ワード。まだ翻訳かな。これ地名です。これね。地名です。これシャット見、これ。いやまあもう答えは知っちゃってんだけども。これまた翻訳の問題に戻りますよね。そうでね、一応その前回の続きをいきなりふてほどの話で断ち切ってしまってコンビニに行って、で一応これね、ここには触れておいた方がいいかなと思っているのは、我々の別のコンテンツ、外に行って飲み食いするコンテンツじゃないから、とりあえずお話とかの方が強くなっちゃうんだけど、見た時にコーヒーメーカーの上にこの言葉が貼ってあったんですよ。これイソピアとこのグアテマラのね。そうですね。これちなみにこれ読んでいただけますか。これイソピア、そうだよね。でグアテマラ。そうでね、そうですね。これね、グアテマラだよ。これグアテマラでしょ。南米だ。これは分かった。こっちのね、もう今答えは知ってるけど、イソピ
ピア何って話だよね。でこれエチオピアなんだよね、エチオピア。そうでしょ。エチオピアとかこれさ何なんだっていうふうな話で、ああやっぱり外国の地名ってなかなかその難しいんだろうなっていうね。それでね一応ねそのこれ物もある物の名前とかっていう話をした時にもう謎なのさこれ。一応これ前回もお渡ししてねでねこのエチオピアねエチオピアイソピアこれはいいよこれはいいこれはいいよ。でそのいろんなそのコーヒーとかねコーヒー例えばこういうところにさコーヒーがあったりとかしてこのさこのアラビカって聞いたらアラビカだなこれもわかる。ね、これもわかる。でまあヨーロッパの名前とかもさイギリスがイン号だったりとかしてもわかるしドイツが同号とかさファーゴでこの時々さ法律の方のファーゴが出てきてさで法律の方って書いてさメンパオっていうのが出てきた時にさあフランスパンなんだなっていうねでフランスパンなんだなってこれまあいいこれもまあいいね。でただその法則性またもやこれがなくてさこれ東南アジアとかに行って、タイ語とかマレーシアとか、インニとかフィリピンとかベトナムがゆえなんになってるのは、これ昔からつながりがあるからだよね。その中国大陸とベトナムってくっついててで南の方にどんどん行くとゆえなんしたところにあの国があるからなんだろうなってこれよいいでね今回一応もう完全に個人的な興味で聞くんだけどこの7番バングラディッシュこれ全く謎なんだよね。はいちょっと読んでいただけますかこれ。中国語でなんでそうなのこれ。でね日本語の訳もねなんとなくもになってグラがジャになって最後はもう説明できませんこれねで日本語でもこうなの。バングラディッシュを漢字で書いた時にねバングラディッシュのバンのところ門が来てなんだこれってでそれでねその教養のあるアリスさんだったらいやこれは昔これの時代にこういうのがあってっていう風な説明が聞けるかなとか思ったんですよ。そのギリシャのことをシーラーって言ったりするのはかなり古い訳だと思って日本もそうだったりするんだけど。だからユエナンとかも多分ユエナンとかはかなりそのベトナムの人たちが自分をどう呼んでたかは分からないけど南の方だったらそう呼ぶよねっていうのは分かる。であと他の音の訳とかパキスタンとかもそう訳すしいいけどこれモンジャラがさなんでもんじゃってんのかが全く分からない。そうですねこれなんなのこれは。もう全然謎。そうですね。で例えばじゃあここにずらーっと並んでるけれどもこれ私もやっぱり謎っていうのはある。これはそうだよっていうのはそのブラジルとかがバシーだったりとかさ、ペルーがそのピーブだったりするでいいんだけど一応これはネイティブ中国の人からするとこれ音ですよとか意味ですよとかっていうのは全部これは分かっちゃう感じ。そうですね。これは意味不明だからモンジャラはやっぱりモンジャラはこれは意味不明なのね。いや音で国を指しているんですから翻訳ですね。もう字がバラバラになったら別にもう音がそんな感じだったらいいだろうっていうそういう感じなんだよね。そっかそれでいやこれはね私がちょっとね過剰に期待しすぎたことがっていたところがありました。とりあえずこういうんだったらアリスさんに聞いとけば分かるだろうネイティブだったら分かるだろうと思ったけどいやそんな教育受けてないからっていう話だよね。でびっくりしたのが店員さんがこのエチオピアっていうこのイソピアを見てなんだかよく分かってなかった。だからいやそのグアテマラ、エチオピアで僕らが聞いていや日本人でもわからない人はいるかもしれないけどエチオピアって何それっていう人に一応僕は会ったことがない。で僕行った店員さん2人のうち
このイソピアとグアテマラ、これエチオピアとグアテマラを見て何これってわざと聞いたら、いやコーヒー豆の名前ですあって言って、で隣の店員さんが「いえいえこれ取れる場所の産地の名前ですから」っていう、でその理解でしょ。はいはいはい。でいやそれでねやっぱりそのコーヒーが取れる場所ってまあ台湾でも取れるところはあるけど、結構台湾から遠い、台湾でコーヒー豆ってあんまないけど結構遠いところで取れてるよね、はい日本でももう日本産コーヒー豆ってやっぱ少ないか少ら、ないですよね。ブラジルでとかまあなんだろうアフリカでとか、そうもともと原産地はアフリカのあたりだろうから、エチオピアとかあの辺のあたりだろうから、でもそのまあちょっと自動的にコーヒー産地はの名前がまあ謎中国語になりやすいんだと思うのね。そう謎中国語になりやすいと思うんだけど、これはどうなの、その台湾の人たちはどれぐらいコーヒー産地の漢字 4文字ぐらいがパッと出てきて地名だと認識してるのか、謎地域なのか。でもあの人多分なんかコーヒーに詳しくない方ですから、まあ時々台湾でコーヒーの種類を書くとき地名とえーっと、はい焼き方とかロースト作りのね方ローストの方とか全部一緒に書いているんですから、多分それが全部コーヒーの名前になるんだと思い込んで、あの人が先生に「あ、これコーヒーの種類」と言っちゃいましただと思います。これこの4文字を見たら絶対地名と分かっているだと思います。もう他の可能性がないですから。でつまりということ、このイソピアとガテマラを見た瞬間に、豆の種類とか全てトータルにローストしたやり方とか全て含めてそういう商品だって思ってる人がいるってこと？多分産地は直接コーヒーの種類イコールしていて、はい頭の中にそう思い込んだかなと思います。なんかコーヒーでは作り方と産地によって全部なんか最後出来上がりの味とか香りに関係あるんですよね。ですから多分もうそれこの産地だったらもう絶対この種類のコーヒーと思い込む。国の名前だとは思ってないってこと？いや絶対先に国の話頭にピンとくるんだと思います。出てなはずなんだよね。そうだよね。いやでもなんかそういう感じじゃなかったのさ、話した人がさ、なんかそれは国の名前で取れた場所で名前をつけてではなくて、そういうコーヒーの種類だっていう風な印象を僕は持っちゃったんだけど、そうではないはずなんだよね。そうですね。だからみんな一応その知ってるはずだと。はいそうだ一応ねその留学生、でもこの2つの地名はどちらでもすごく有名、世界中に有名なコーヒーのそう産地ですから。そうよ。そうですね。そうだよ。でも絶対地名って知ってるよ。分かっているだと思います。思いたい。私も思いたい。いや多分それなんでかっていうと、やっぱりアフリカとか中南米ってコーヒー取れるゾーンに対する、日本人とかの印象っていう、今でこそインターネットがあるけども、それこそさっきの昭和の時代とかになってくると、やっぱアフリカと中南米はほぼ何にも知らない大陸で、アメリカがありヨーロッパがありだよね多分ね。で台湾の人たちは